Hey everyone, welcome back to Twinges 英会話。皆さんこんにちは、Twinges 英会話です。Welcome back。今日のワンポイントレッスンは Expect vs Hope。はい、皆さん Expect からいきましょう。その使い方は何かが起こることを信じています。スケジュールの話とか、habit、癖の話とか、トレンドの話とか、それが expect と一緒が使わなくちゃ。例えば、I'm expecting to see Joe today. He always comes on Sundays. 今日、ジョーに会えるの楽しみにしています。彼はいつも日曜日に来る。はい、皆さん、今の文章はそれが habit、癖の話。ルーチンみたいな話だから、それはhappening でなんとなくわかるだから、それでexpect で使わなくちゃ。で、もう一つ。His flight is expected to arrive at 3 o'clock. 彼のフライトは3時に到着する予定です。はい、皆さん。今の例えばは、それがスケジュールの話。バスとか、トレインとか、電車とか飛行機、なんでもいいけど、それを、来るの時間でわかる、到着の時間わかるだから、それでもちろん expect で使わなくちゃ。で、最後もう一つ。We are expecting a big storm tomorrow. 明日、大きな嵐予想しています。で、今の例えばは、それがトレンドの話、天気の話だから、その季節で嵐来るよねとか、それ大体分かっただから、expect、なんか来ると思う。だから、expect は使わなくちゃ。はい、じゃあ、hope の話しよう。hope、あれは、もうちょっとエモーショナル。気分から使う。何々いいなとか。あれは expect と違くて、何かが起こることを望みます。例えば、I hope to see Joe today. He's usually busy though. 今日、ジョー会えるといいな。彼は普段忙しいけれど。はい。で、もう一つ。I hope his flight isn't late. 彼のフライトが遅れていないことを願っています。はい、で、皆さん、あと、最後、もう一つ。I hope we don't have a lot of rain tomorrow. 明日はあんまり雨がありませんように。はい、じゃあ、皆さん、もう一回。expect そういうスケジュール、この癖、habit、そのトレンドの話から、あれは reality、現実からの、話で、それ expect で使わなくちゃ。で、逆に hope の方は、あれは望むもの。何々ちょっといいなーな感じだね。はい、皆さん勉強しましたか？よかった。それでもしなんか質問あれば、提案あれば、みんな下コメントくださいね。で、いつもみんな見る。本当にありがとう。Thank you for watching and see you in the next one. Bye bye.